つもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しのA子です。今日はお酢入り食パンレシピです。卵もバターも牛乳も入らないシンプルでさっぱりとしたヘルシーな山形食パンを作ります。とその前に私事ですが、この動画をアップする9月15日はなんと私の還暦のお誕生日なんです。画面の向こうからおめでとうって言ってくださっている皆さんの声が聞こえるようです。ありがとうございます。去年の誕生日は暴飲暴食をして見事にお腹を壊して一日中何も食べられない悲惨な日でしたが、今年は何事もなくとっても元気な日々を過ごしております。すべてに感謝でございます。さて話を元に戻します。今まで6種類のお酢入りパンレシピをご紹介してきましたが、今回もお酢の効果でしっとりふわふわの食パンが簡単に作れますので、最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料紹介です。強力粉、きび砂糖、塩、ドライイースト、太白ごま油、米酢、そして水です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵から始めます。分量の水の中から大さじ2杯ぐらい、これを40度ぐらいに温めてきます。電子レンジ600ワットで10秒ほど温めてきました。この中に分量の中から1つまみのお砂糖、そしてイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしたらブクブク泡が立ってくるまでこのまま5分から10分ぐらい室温に置いておきます。次に粉類を合わせます。強力粉、きび砂糖、塩、空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。イーストの予備発酵が終了しました。これはね、だいたい6分から7分ぐらい経っています。このようにブクブクと泡立っていれば OK です。これをくるくるくると回転させながら生地を作るボウルに移します。はい、水を入れます。水は27度から30度ぐらいのものを使います。そして太白ごま油入れます。お酢もここで入れます。先ほど合わせた粉類を半分ほど入れます。大体の量で大丈夫です。混ぜます。よーく混ぜて粉が見えなくなってこのように滑らかになったらこれで OK です。蓋をしてこのまま10分室温に置いておきます。ちなみに本日の室温は28度です。はい、10分経ちました。牛乳を入れるレシピの場合、10分間休ませたこのタイミングでお酢を加えていましたが、どうしてお酢を最後に入れるかっていうと、牛乳とお酢が反応して分離してしまうような気がして最後に入れていたんですが、今日は牛乳が入らないので先ほど液体を合わせる時に一緒に入れていました。残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺にこすりつけるとあっという間に混ざります。約1分混ぜました。こんな感じです。ボウルの周りをきれいにします。生地の表面をこのように整えます。はい、これで OK です。蓋をして今度は30度から35度ぐらいのところに20分置いておきます。はい、20分経ちました。今日は熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきました。温度は33度でした。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。
生地の表面を整えたら蓋をしてまた20分オーブンの庫内に入れておきます。はい、20分ほど経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。生地の表面を整えます。表面を濡らします。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで、また熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内で一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。このタッパーをお使いの方は蓋にくっつくのが目安です。では台の上に移します。ガスを抜いて全体の重さを測ります。 461g、 3分割します。1つ 153g に重さを揃えます。はい、重さを揃えました。では丸めます。この時はしっかり閉じなくても大丈夫。丸め終わったら固く絞った濡れ布巾をかぶせて20分ほどレンジタイムを取ります。はい、20分経ちました。では成形します。一番最初に丸めたものから成形します。両面に薄く粉をまぶしてガスを抜きます。綿棒で伸ばします。きれいな面を下にして大きさの目安はだいたいカード2枚分くらいで三つ折りにします。綿棒は中心から下へ、中心から上へ伸ばします。だいたいこの綿棒くらい。綿棒は25センチです。そしたら巻いていきます。表面を張らせるような感じでグッと3分の2ぐらいまできたら、あとはほわほわほわっと巻きます。巻き終わりはこのようにつまんで閉じます。形を整えてこれで OK。 はい、型には薄く油を塗っておきました。で、一番最初に成形したこの子を真ん中に、巻き終わりを下にして入れます。はい、このように入りました。そしたら少し慣らします。乾燥している時は霧吹きで表面を湿らせておきます。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。だいたい生地の高さ、間違えちゃった。だいたい型の高さぐらいになるまで35度で40分ぐらいから様子を見たいと思います。固く絞った濡れ布巾をかぶせていってきます。はい、約35分で出してきました。オーブンは180度に予熱をスタートさせています。天板も一緒に入れています。お酢が入っている生地は発酵が早いので過発酵にはお気をつけください。今はこのくらいなんですけど、型から1センチぐらい出るまで、それまで室温発酵に切り替えます。はい、このように1センチぐらい出ましたので、そろそろ焼いていこうと思います。今日は表面に豆乳を塗ります。牛乳や溶き卵でもいいんですけど、今日は乳製品不使用ということで豆乳にしました。
はい、では170度から180度で25分ぐらいを目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。170度で15分、その後180度で10分、合計25分焼きました。このままでもいいんですが、今日は太白ごま油を塗っていきます。オリーブオイルとかでもいいと思います。はい、お化粧してツヤツヤに出来上がりました。完成です。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからは60代 YouTuber としてまた楽しんでいきたいと思っています。皆さん引き続き応援よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。